あなたは恨みを募らせた人間の慣れの果てを想像できますか？遡ることおよそ20年前の2003年3月、中国北京。これでもう4件目か。郊外のアパートを訪れた警察官はベッドの上の血まみれの遺体を前にため息混じりにつぶやきます。北京市郊外ではこの年に入ってから3件の殺人事件が発生。そしてこの日もまたそれらと同一犯によるものと思われる事件が起きてしまったんです。やはりこの被害者も浴室のゴミ箱に捨てられていました。意味深のやり取りを交わす警察官たち。そう、彼らが一連の事件を同一犯の仕業だと確信していたのは被害者4人の遺体にある共通点があったから。被害者男性はなんとその全員が性器を切り落とされていたんです。性器を切断された4人の男性の遺体。犯人はなぜこれほどまでひどい方法で男性たちを殺害したのか。犯人を殺人に駆り立てたのは見逃された犯罪行為への復讐だったんです。おぞす、ラブラスダークネスです。それを言うなら私。本日ご紹介するのは中国で発生したあまりにも凄惨な殺人事件。この事件で殺害された4人の男性はその全員がなんと性器を切断されていたんです。何それも。犯人は何か相手に性的な恨みがあったってこと、そうかもしれませんね。まあただね、地上のね、もつれがあったとするにはちょっと予想外な人物だったんです。犯人は4人の男性に一体どんな恨みを持っていたのか、問題の遺体発見の場面から見ていきたいと思います。全てをかけた復讐。遡ることおよそ20年前の2003年3月、中国北京市内のアパートを訪れた警察は発見された遺体の状態に険しい表情を浮かべていました。まったくひどいことしやがる。血まみれで倒れていたその青年は刃渡りの長いナイフで背中を何度も刺され死亡。さらにズボンを脱がされあらわになった下半身からはなんと性器が切り落とされていたんです。切断された性器はその後浴室のゴミ箱から発見されることに。そして何より警察が深刻に捉えたのはこの数ヶ月間で同じ手口の殺人事件が4件も起こっていたこと。北京市内で発見された4人の青年の遺体はその誰もが自宅でめった刺しにされ性器を切り落とされた状態で発見されていたんです。また殺害された4人の青年はその全員が友人同士でした。ということは犯人も4人と交友関係持ってたってこと？そうなんです。そのため警察もすぐにね、犯人の正体にたどり着くんです。警察はその後防犯カメラの映像や被害者4人の着信履歴から犯人と思わしき人物を特定。2003年4月4日、その人物の自宅へ事情聴取に訪れます。警察が玄関のチャイムを鳴らすと姿を現したのは短髪に整った顔立ちが印象的な一人の青年。イジャンさんですね。私どもが来た理由はわかりますね。警察にそう尋ねられると青年は抵抗する素振りもなくおとなしく署まで連行されていきました。この時逮捕された彼の名はリ・イジャン23歳。イジャンは取り調べに際しその動機を次のように語りました。僕はこの時のために大学も辞めて大切な彼女とも別れました。奴らに人生を捨ててでも復讐しなければならなかったから。マジで何があったの？被害者はイジャンの友達でしょ？別れた彼女とかとなんか関係あったりするんじゃない？まあ、かもしれないですよね。まあ、イジャンのね、この復讐の心ってどこから来たのかっていうのをしっかり見るには彼の生い立ちとか過去を振り返る必要があると思うんですよ。というわけでね、早速イジャンの生い立ちを見ていきたいと思います。優しき少年。1980年、リ・イジャンは中国新疆ウイグル自治区で生まれました。彼は生後間もなく両親の元を離れ、山東省に住む叔母と生活することになります。しかし、小学校高学年の頃、叔母が体調を崩したことをきっかけに両親の元へ戻ることに。ここからの日々はイジャンにとって文字通り地獄そのものだったんです。イジャン、今日は本当に助かったよ。遅くまでありがとうな。下校の支度をするイジャンに向かい、微笑みながら礼を言った担任教師。イジャンは放課後にも教師の手伝いを積極的に買って出る気立てのいい生徒として知られていました。ただ、それじゃあ僕はこれで、そう言って家路に着いたイジャンの後ろ姿はどこか憂鬱そうに見えていました。その理由は自宅で待っている彼の母親にあったんです。母さん、ただいま。お前にお母さんと言われる筋合いはない。イジャンが帰宅したと同時に彼に向かって激しい剣幕で怒鳴り散らす母親。実はイジャンの母親は精神疾患を患っており、イジャンにも日常的に暴力を振るっていました。彼が叔母の家に預けられていたのはそんな母親の元を離れさせるためだったんです。それにもかかわらずイジャンの母親は病院にかかることもなく暴力的な振る舞いは日増しにエスカレートしていました。そんな母親との暮らしの中でストレスを溜め込んだ父親は酒に溺れるようになり、家庭環境は最悪の状態。イジャンが放課後教師の手伝いをしていたのは少しでも学校に残っていたい、家に帰りたくないと思うがゆえのことだったんです。いや、母親病院で見てもらわないとどうしようもないわよ、これ。
そうなんですけど、イジャンのね、家庭っていうのは病院にかかれないある事情があったんです。そして実はね、中国にはこうした家庭珍しくないんです。というわけで本日のメトラキーワード、中国と精神病について。2018年に中国政府が発表したデータによると、中国の人口約14億人のうち精神病患者の数は約2億4000万人。なんと中国国民の 17.5% は精神病を患っているというんです。国民のうち約6億人が貧困層とされる中国においては、そうした精神病患者が病院の治療費を払えず放置されていることも珍しくありません。近年は国の政策として精神病専門の医療施設が増やされている傾向にあるんですが、財政支援の乏しい地方ではそれらの施設もいつの間にか一般医院に変更されているのが現状。医療施設の不足も相まって治療を受けられずにいる精神病患者が事件を起こすケースも多々あるんです。そんな凄んだ家庭環境で育ったイジャンですが、20歳を迎えるその頃には名門北京理工大学に進学。寮生活を始めたことでようやく両親の元を離れることになります。そしてその生い立ちの影響もあってか、イジャンは大学の友人たちから皆一様にこう噂されていました。イジャンはおとなしくていいやつだけどちょっと変わってるよな。イジャンは決して友人が少ないわけではありませんでしたが、基本は一人でいることを好みました。友人たちが麻雀や飲み会で騒ぐ中、彼は一人酒を買い込んで自室でひっそりと飲むことを楽しみにしていたからなんです。端正なルックスから女性に言い寄られることも多々あったんですが、異性との交際にもほとんど興味を示さず、同級生からは謎の多い青年と見られていたんです。ただそんなイジャンにも唯一心を許した存在がいました。ねえイジャン、今週末はどこに連れて行ってくれるの？無邪気に笑いながらイジャンの腕にしがみついたのは彼にできた初めての恋人ナナ。彼女は猛アプローチの末、多くのライバルを押しのけイジャンを射止めてみせたんです。ナナは学内でも屈指の美女だったため、イジャンは最初は生やし立てる友人たちに押され勢いで交際を始めた部分がありました。しかし交際を続けるうち、彼はナナのその純粋さに惹かれ大切な存在だと感じるようになったんです。家庭環境悪かったかもしれないけどさ、大学に行ってからは幸せそうじゃない？でもやっぱりさ、その復讐のために大学辞めてナナとも別れちゃうわけでしょ？なんかナナの身なんか起こるのかもしれない。そこのところ気になりますよね。いずれにせよね、この後イジャンをどん底に突き落とす悲劇が起こってしまうのは確かなんです。見逃された犯罪行為。2002年11月、北京市内のディスコには若者たちが大音量に体を揺らす様子を眺めながら一人静かにグラスを傾ける青年の姿がありました。そう、イジャンです。普段は賑やかな場所を好まないイジャンですが、この日は何かの鬱憤を晴らすかのようにディスコを訪れていたんです。すると、お兄さん一人一緒に飲もうぜ。そう言ってイジャンに歩み寄ったのは派手な格好をした4人組の男たち。4人は飲みの場に不慣れなイジャンを取り囲み、次々に酒を進めてきます。素晴らしい出会いに乾杯。今日は俺たちのおごりだからパーッとやろうぜ。そうやってはしゃぐ彼らに促されるまま、酒を飲んだイジャンの意識は次第に遠のいていきました。待って、このさ、イジャンは殺した4人の男たちと交友関係あったって言ったよ、この4人がその男たち。そうなんです。そしてね、この4人の男、イジャンにとってとっても許しがたい行動に出るんです。数時間後、イジャンが目を覚ますと、そこは元いたディスコではなく薄暗いアパートの一室。見回すと、先ほどの4人組がこちらを見ながらニヤニヤと笑みを浮かべています。イジャンはすぐさま自身が置かれた状況に気がつき、慌てて体を起こそうとするんですが、手足を縛られ、身動きが取れません。そんな彼の様子を前に、4人組の1人がこう口にしました。不用心だな、兄ちゃん。あの店はな、俺たちゲイの発展場だよ。そしてこの後イジャンはなすすべもなく4人の男たちに的暴行を加えられてしまうんです。ただイジャンは何も知らず同性愛者の集まるその店を訪れたわけではありませんでした。大学内では7以外の女性に見向きもしなかったイジャン。実のところそれは彼が同性愛者だったから。同性愛者が集うその店に向かったのもナナを大切に思いながらも恋愛感情は抱けずにいる複雑な思いからの行動だったんです。予想外すぎるんだけどさ、イジャンが復讐心抱いたことにナナは何も一切関係なかったってこと？そうなんです。そしてね、なんとイジャンがね、暴行を受けるのはこれが初めてではないんです。幼少期、母親からの苛烈な暴力にさらされたイジャンは女性不信になり、いつしか恋愛対象が男性となっていました。しかし、おとなしい性格のイジャンはいつも同性愛者であることを利用されるばかり。実は彼は15歳の頃にも年上の同性愛者から無理やり的暴行を加えられたことがあったんです。この時イジャンが抱いた感情は、あの野郎、次に会ったらぶっ殺してやる。望まない男に凌辱されてしまったイジャンは以来復讐の機会をずっと伺っていました。4人の男たちの性的暴行はその苦い記憶をイジャンの中に再び思い起こさせることになったんです。イジャンはそもそも興味もない男に関係迫られたことによってめちゃくちゃ復讐心を抱いちゃったわけね。そうなんです。こうしてイジャンはついにね、取り返しのつかない犯行に手を出してしまうんです。そして彼にはこの後もまだ明かされていない秘密があったんです。狂っていた人生。
2003年1月、イジャンは自身に性的暴行を加えた4人のうちの1人、ウー・シャオガンの自宅を訪れていた。あんたも物好きだね。あんな目にあって、まだ俺に抱かれたいなんて。一言そう言うと、くしゃくしゃになったお札をイジャンに手渡すシャオガン。イジャンは至って冷静な様子で受け取ったそのお札を財布にしまう。次の瞬間には、シャオガンはベッドの上ですでに服を脱ぎ始めていた。そうやって彼が完全に油断していたその時。突如としてシャオガンの背中を襲った激痛。背後ではイジャンが憎しみをあらわにし、その背中へナイフを突き立てていた。よくも俺をおもちゃにしてくれたな。シャオガンの背中へ向かい何度となくナイフを突き刺すイジャン。そうしているうちにシャオガンはいつしか息絶え、ベッドの上に力なく横たわっていた。そしてイジャンは最後の仕上げとでも言うかのようにシャオガンのズボンを下ろすと一言こうつぶやいた。お前のこれはもう必要ないだろう。4人の男たちに性的暴行を加えられた後、イジャンはすぐに大学を中退し、恋人のナナにも別れを告げました。復讐の鬼と化した彼は、そこから同性愛者向けの出会い系サイトを辿ったり、ゲイバーを渡り歩いたりしながら、4人の男たちを血眼になって探したんです。こうして約3ヶ月間をかけ、彼らへの復讐を遂げたイジャンは2003年4月、ようやく逮捕されることになります。そして、その後の取り調べにおいて明らかになったさらなる事実を前に担当の警察官はただただ戦慄していました。もはやこれは復讐の域をとっくに超えている。そう、実はイジャンは性的暴行を加えた4人だけではなく、計7人を殺害していたんです。なんで7人も殺したのよ。イジャンの精神はですね、なんと事件の起こる何年も前から壊れてしまっていたんです。最初の犯行はイジャンが15歳の頃。イジャンは当時クラスメートに恋心を抱いていたんですが、その彼に思いを告げたところ、こんな心ない言葉が返ってきたのだと言います。お前、男が好きなの？気持ち悪い。そうやって罵倒されるうち、怒りを抑えきれなくなったイジャンは、ついに彼のことを殺してしまうんです。優等生だったイジャンはこの時一切疑われず、捜査対象から早々に外されていました。そして残りの犯行は、イジャンに性的暴行を加えた4人を殺害した直後のこと。完全に暴走してしまった彼はなぜか、全く無関係の同性愛者2人を呼び出し殺害。イジャンは犯行時のその様子を嬉しそうにこう語ったと言います。相手が許しを超えばこうほど興奮するんだ。こうして迎えた2004年8月、イジャンは銃殺刑で24年の短い生涯を閉じることになります。復讐の日々に身を落とすなかれ、もはや同情の余地もない快楽殺人刑と変貌してしまったイジャン。もしクラスメートの心ない一言がなければ、そして性的暴行を行った4人組がきちんと法律で罰せられていれば、同じ過ちは起こらなかったのかもしれません。1997年まで中国では同性愛が法律で禁止されていました。つい20年ほど前に起きたこの事件は、そうした同性愛者であることをオープンにしづらい社会の風潮を物語るものでもあったのではないでしょうか。